池田先生の希望の指針を紹介する指針選集。今回のテーマは組織について7つの指針を紹介します。なぜ組織が必要なのか、学会の組織とはどういったものなのか、池田先生の指針に学んでいきましょう。組織というと固いイメージを持つ人がいるかもしれない。しかし人間の体も組織だ。さまざまな機能から成り立つ建築物もいわば組織体である。大宇宙もまた絶えなる法則にのっとって運行する組織と言えよう。どんな団体や存在も組織があるからこそ十分に活動を行うことができる。目的に向かって正しい軌道を進んでいくことができるのである。学会は高専ルフのための組織である。何よりも大切な妙法の組織だ。この学会と共に進む限り不幸になることは絶対にない。皆偉大なる使命を持った自由の菩薩である。最高に幸せだった、満足したと言い切れる人生を歩んでいけるのである。私は全同士の大勝利と健康を毎日真剣に祈っている。ともすれば個人の自由と組織とは相反するように感じる人もいるかもしれない。しかし国家でも会社でもまたいかなる団体でもその目的を果たしていくためには組織は不可欠です。同様に創価学会にあっても皆が信、行、学を実践し高専ルフを進めていく手段として組織はなくてはならないものと言えます。今皆さんがこうして進行することができたのも組織があっての結果です。また多数の人々が秩序ある前進をしていくためにも組織は必要であり、それがなければ独善的で自分勝手な信心となり、いわゆる我見に陥りかねない。そうなれば正しい信仰、正しい行学から外れ、妙法を基盤にした正しい生き方を確立していくこともできなくなってしまう。ただし組織は手段であり、個々人の信心の向上を促し幸福になっていくための指導こそがその出発点であることを忘れてはならない。あくまでも学会の組織の目的は一人一人のメンバーの絶対的幸福であり成仏にあります。組織での役職も上下の関係を意味するものではありません。幹部はいわば団結の要となる存在と言えます。故にメンバーは互いに尊敬し合い、共に社会の一員として理解、信頼し、励まし合いながら人生を勝ち飾っていただきたい。団結の力は単なる足し算ではない。何倍、何十倍にも移行勢力を増す掛け算なのである。和気あいあいとした団結の姿はそれ自体人間共和の縮図である。この団結の中にこそ境外革命がある。利己主義や自分本位の我見では皆と心を合わせることができないからだ。故に団結できるということは自身のエゴに打ち勝った人間勝利の証なのである。自分に光は当たらなくとも新しい青年たちを励まし黙々と皆のために尽くす存在は貴重である。組織が強くなり発展していくにはリーダーのもとにそうした影の力となる人がどれだけいるかが決め手となる。高専ルフとは結局は連携プレーであり団結の遺憾にかかっている。学会のリーダーは人格、見識、指導力等々も優れ誰からも尊敬、信頼される人になるべきであり
皆そのために努力するのは当然です。しかし互いに凡夫であり、人間革命途上であるがゆえに、丁寧さに欠けるものの言い方をする人や配慮不足の幹部もいるでしょう。嫌な思いをさせられることもあるかもしれない。そうであっても恨んだり憎んだりするならば温室になってしまう。どう見てもこれはおかしいと思うことがあれば率直に意見を言うべきですし、最高幹部にも相談してください。末法という俗世にあって未完成な人間同士が公戦ルフを進めていくんですから、意見の対立による感情のぶつかり合いもあるでしょう。でも人間の海で荒波に揉まれてこそ人間革命できる。人間関係で悩む時こそ自分を成長させる好機と捉え、真剣に承諾し、全てを全身の燃料に変えていってください。何があっても滝のごとく清らかな勢いのある信心を貫いていくんです。皆の組織である。故に一人の人間の独裁など許してはいけない。またどんな小さな組織であっても自分に与えられた組織をきちっと固め、本当に真剣に発展させていく。どんな小さな立場であっても自らの使命を自覚し、真心で励まし人材を育てていく。一人一人を大事にしスクラムを拡大していく。その地道な人目につかない奮闘の中にこそ異体同心の団結が生まれる。組織という血肉を大事にしてそこに心血を注いでいけば、そこから新しい人材が生まれ光っていくのだ。組織が育つと人材が育つ。人材が増える。人材が増えればさらに組織は強くなり大きくなる。まさに組織と人材は表裏一体である。組織がなければ皆バラバラ、皆不幸だ。だからこそ皆で一体となり団結して平和と幸福の土台である学会の組織を守り育てていく。それが公戦ルフである。地区部長、地区婦人部長を中心に異体同心で前進する姿こそ公府の組織の理想である。現在の地区制が発足したのは30年前の昭和59年1月のことであった。壮年部の地区部長、婦人部の地区担当員、そして男女青年部に新進気鋭の地区リーダーが各地に誕生したのである。我が草加の地区が盤石ならば地域も栄え未来も輝く。その勢いは必ず一円部台へ波動する。地区公府即世界公府。身近な人と人との絆、自分の住む近隣地域を大切にする行動を広げることが必ず世界をも変える。草加の指定は常にこの心意気で前進してきた。崩れざる幸福を築いていくためには信心を切磋琢磨していく良き同志が組織が必要なんです。そう考えるならば学会という大商人のご精神を受け継ぐ組織の中で信心に励めることがいかに素晴らしいかよくわかると思います。ところが活動が大変だとかあの人が気に食わないとか何かあるとすぐに愚痴をこぼし文句や不平不満を言う人がいる。実はその愚痴と文句が信心に邁進してきた功徳福運を消すことになるんです。またそれは歓喜を奪い去り心をすさんだものにし自分で自分を不幸にしていく。反対にありがたいなという感謝の思いは歓喜を燃え上がらせていきます。
そして歓喜は自らの心を豊かにし幸福にします。歓喜あるところ、力は倍化し勢いが増します。歓喜ある全身の中にこそ人生と幸福の勝利があるんです。つまり同じご本尊に題目を唱え、同じように学会活動に励んでいたとしても、愚痴と文句の一年なのか感謝の一年なのかによって結果は全く違ってしまう。どうか皆さんはこれからますます福運をつけていくためにも、感謝の心で喜びを持って信心に励んでいただきたいのであります。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。